こんにちは、ロック204チャンネルです。この動画では、Python の強力なグラフ作成ライブラリーである、アルタイヤーの基本的な使い方について解説していきます。データサイエンスや分析結果の可視化に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに、アルタイヤーとは何かについてご説明します。アルタイヤーは、Python を使って、統計に基づいた様々なグラフを、宣言的に作成するためのライブラリーです。宣言的というのは少し難しい言葉ですが、こんなグラフが欲しいと命令を書いていくだけで、グラフの細かい描画方法を意識しなくても直感的に作れるという意味合いです。このアルタイヤーは、ベガマイナスライトという JavaScript ライブラリーがベースになっており、シンプルで一貫性のある文法で、見た目にも美しく、マウス操作で動かせるインタラクティブなグラフを簡単に作成できるのが大きな魅力です。では、アルタイヤーで具体的にどんなことができるのでしょうか。主な特徴はご覧の通りです。宣言的なグラフ作成、データの構造と、それをグラフのどの要素例えば、軸や色、サイズなどに割り当てるかを記述するだけで、複雑なグラフも比較的少ないコードで作成できます。様々な種類のグラフ、棒グラフや折れ線グラフはもちろん、散布図、ヒストグラム、地図など、多種多様な統計グラフに対応しています。インタラクティブな機能、グラフの拡大・縮小や、マウスカーソルを重ねると詳細情報が表示されるツールチップ、データの一部を選択してフィルタリングする機能などを、簡単にグラフに追加できます。データの変換、グラフを作る際に、データの平均や合計を計算したり、フィルタリングしたりといった基本的なデータ変換をアルタイヤーの中で直接行えます。高品質な出力、作成したグラフは、拡大しても画像が荒れない SVG 形式や、Web でよく使われる PNG 形式で保存できます。また、HTML ファイルとして出力して、そのまま Web サイトに埋め込むことも可能です。Python エコシステムとの連携、データ分析の定番ライブラリーである Pandas のデータフレームとシームレスに連携できるため、普段のデータ分析フローにスムーズに組み込めます。ここからは、アルタイヤーの基本的な使い方を見ていきましょう。アルタイヤーのグラフ作成は、基本的にこの alt.chart データフレーム、マークアンダーライングラフの種類 .encode、点々という一連のコードで構成されます。まずは最初の部分、alt.chart です。これがグラフ作成の出発点となります。括弧の中には、グラフにしたいデータが入った Pandas のデータフレームを指定します。次に、マークアンダーラインから始まる部分です。ここでは、どのような種類のグラフを描くかを指定します。棒グラフならマークアンダーラインバー、折れ線グラフならマークアンダーラインライン、点を使った散布図ならマークアンダーラインポイントといったように、作りたいグラフに対応したメソッドを選んで記述します。続いて、構文の最後の部分であるドットエンコードメソッドです。エンコードとは、元になるデータのどの列を、グラフのどの要素、例えば X 軸や Y 軸、色、サイズなどに割り当てるかを指定する作業です。エンコードメソッドの括弧の中に、X イコール一重引用符列名一重引用符や Y イコール一重引用符列名一重引用符のように記述して、各要素に対応させたいデータフレームの列名を指定します。このエンコードによって、データがグラフとして視覚的に表現されるわけです。それでは、実際にコードを見ながら棒グラフを作成してみましょう。まず、アルタイヤーをオルトとして、Pandas を PD としてインポートします。次に、サンプルのデータを作成します。ここでは、カテゴリーとして、リンゴ、バナナ、オレンジ、値としてそれぞれ、10、25、15を持つデータを作り、Pandas のデータフレームに変換します。いよいよグラフの作成です。alt.chart.df で先ほどのデータフレームを指定し、マークアンダーラインバーで棒グラフを作成することを宣言します。そしてドットエンコードの中で、X 軸にカテゴリー列を、Y 軸に値列を割り当てます。さらに、ツールという設定を加えることで、マウスカーソルを棒グラフに重ねたときに、そのデータのカテゴリーと値が表示されるようになります。最後にドットプイロパティーズでグラフ全体のタイトルを設定し、これを実行すると、右の図のような棒グラフが作成されます。先ほどのコードにも出てきたツールについて少し補足します。
ツールトはグラフ上の要素、例えば棒グラフの棒や散布図の点などにマウスカーソルを合わせた際に表示される情報ボックスのことです。エンコードメソッドの中でツールトを指定し、表示させたい列名をリストの形で渡すことで、ユーザーはグラフの具体的なデータ値を簡単に確認できるようになります。インタラクティブなグラフならではの非常に便利な機能ですね。次は折れ線グラフを作成してみましょう。今回も同様に、まずサンプルデータを作成します。時間経過に伴う2つのカテゴリーの値の変化を表現するデータです。グラフ作成のコードを見ていきましょう。オルトドットチャートとマークアンダーラインラインで折れ線グラフを指定します。エンコードメソッドでは、X 軸に時間、Y 軸に値を設定します。そして、カラーイコールカテゴリー N と指定することで、カテゴリーごとに線の色を自動で分けてくれます。ツールトも設定し、最後にドットプイロパティーズでグラフのタイトルと、ウィドスとハイトでグラフのサイズを指定します。これを実行すると、ご覧のように2つのカテゴリーのデータが色分けされた折れ線グラフが表示されます。もちろん、各点にマウスを合わせるとツールトで設定した情報が表示されます。アルタイヤーで作成したグラフの右上には、3点リーダーのメニューアイコンが表示されます。ここをクリックすると、様々なアクションを選択できます。Save as SVG や Save as PNG、グラフを画像ファイルとして保存できます。SVG は拡大しても荒れないベクター形式、PNG はプレゼン資料などにも使いやすい形式です。ビューソース、グラフを生成している内部的なコードベガ-ライトの実形式を確認できます。オープンインベガエディター、これが非常に強力で、クリックするとブラウザー上でグラフをインタラクティブに編集したり、デバッグしたりできる、ベガエディターが開きます。先ほどの折れ線グラフでカテゴリーコロン N という記述がありましたね。アルタイヤーでは、このように列名の後ろにコロンとアルファベット一文字をつけることで、そのデータの型を明示的に指定できます。よく使うのはこの4つです。コロン Q 空アンテテーティブ、年齢や売上高など、連続的な数値を表す定量的データです。コロン N のみなる、国名や性別など、順序のないカテゴリーを表す名義尺度データです。コロン O オーディナル、T シャツの S、M、L サイズのように、順序のあるカテゴリーを表す順序尺度データです。コロン T テンポラル、日付や時刻などの時間的データです。これらのデータ型を正しく指定することで、アルタイヤーは軸の種類や色の使い方などを自動で最適化し、より適切でわかりやすいグラフを作成してくれます。最後に、散布図の作成例を見ていきましょう。今回は、数値計算ライブラリーのNumPyも使って、ランダムな X 値と Y 値を10例個ずつ、そして A、B、C の3つのカテゴリーをランダムに10例個作成し、データフレームに格納します。グラフの作成は、アンダーラインポイントを使います。エンコードメソッドで X 軸に X 値 Q、Y 軸に Y 値 Q を指定し、どちらも定量的データであることを明示します。カラーイコールカテゴリーコロン N でカテゴリーごとに点の色を分け、ツールトには X 値、Y 値、カテゴリーの3つを設定します。最後にタイトルを設定して実行すると、このようにランダムなデータがプロットされた散布図が完成します。色によってカテゴリーが分類され、マウスを合わせると各点の詳細な情報を確認できます。それではオルテイヤーを使用した作図を行ってみたいと思います。最初は棒グラフの作成です。取り込むモジュールは、グラフを作成するためのオルテイヤー、そしてデータフレームを作成するためにパンダスを取り込みます。またオルテイヤーは略称としてオルト、パンダスは PD とします。そしてサンプルのデータは書形式として、カテゴリーとしてリンゴ、バナナ、オレンジ。値として12、25、15を設定します。またこのデータを7行目で DF にデータフレームとして変換します。次に変数チャートに棒グラフを作成します。オルトドットチャートとしてデータフレーム DF を設定し、マークバーで棒グラフを指定し、エンコードで詳細を設定します。エンコードの中では、X 軸にオルトとドット X として X 軸の内容をカテゴリーとしてタイトルは果物の種類とします。
また Y 軸として Alt.Y 括弧の中に値列を設定し、タイトルとして数量を指定します。またツールとこれは、マウスをグラフに重ねた時に表示される情報です。ここではカテゴリー、値を設定します。そしてプロパティとしてグラフタイトルを果物の数量の比較として設定します。最後にグラフの表示は、上で設定したチャートを実行します。それでは実行してみましょう。するとこのように棒グラフが作成されます。マウスをグラフに重ねると、このようにカテゴリーと値が表示されます。こちらがカテゴリーがオレンジで値が15と表示されます。このようにオルテイヤーはインタラクティブなグラフを作成することができます。次は折れ線グラフを作成してみましょう。モジュールをインポートした後はデータの設定です。データは辞書形式で時間、値、カテゴリーの3つの列をリストとして設定します。そして DF ラインとしてデータフレームに変換します。次に変数チャートラインに折れ線グラフを設定します。Alt.チャート括弧の中にデータフレーム DF ラインを設定し、ドットマークラインとして折れ線グラフを設定します。次にエンコードとして詳細を設定していきます。括弧内は x イコール時間コロン q として、時間列を定量的データとして設定します。同様に y として値列を定量的データとして設定します。次にカラーはカテゴリーを設定し、コロン n として名義尺度であることを明示します。またツールティップは時間、値、カテゴリーの3つを設定し、マウスオーバー時に表示する値とします。プロパティはタイトルとして時間経過に伴う2つのカテゴリーの値の変化サイズ設定とします。またグラフの大きさは和が600ピクセル高さが400ピクセルとして設定します。最後にグラフ表示させるためにチャートラインを実行します。それでは実行してみましょう。するとこのような形で折れ線グラフが表示されます。折れ線グラフ上の点にマウスオーバーすると、このように時間、値、カテゴリーが表示されます。次は散布図の作成です。最初にあるオルテイヤー、パンダス、ナンパイをインポートします。ナンパイはランダムにデータを作成するために使用します。次にサンプルデータを作成します。データは乱数を使用しますが、再現性のためにシードを0として設定し、変数データスキャターに X 軸に100個のデータを、Y 軸にも100個のデータをナンパイのランド関数を使用して作成します。またカテゴリー列には、A、B、C のデータをランダム100個割り当てます。そして、このデータをデータフレームに変換し DF スキャターに格納します。次はチャートスキャターに散布図を設定します。Alt.チャートでデータフレーム DF チャートを設定し、ドットマークポイントで散布図を指定します。次にドットエンコードで詳細を設定していきます。X 軸には Alt+X で X の値列を定量的データとして設定し、タイトルを X 軸の値とします。また Y 軸は Y の値としタイトルを Y 軸の値とします。カラーにはカテゴリー列を設定し、名義尺度として明示します。ツールチップには X の値、Y の値、カテゴリーの3つを設定します。そしてプロパティでグラフタイトルをランダムデータの散布図として設定した後グラフを DF スキャターとして実行します。実行するとこのような形で散布図を描くことができます。